おだすこんちこんばんポテトです。頑張って分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、勘分析やっていきたいなと思います。気の出せずにすいません。本当にどうしてもね、看病とかいろいろあってね、終わらなくてですね、ただやってきましたので、ちゃんとやってきましたので、見ていっていただければなと思います。さあ、ということでですね、今日はオリバー・カーンですよ。もうね、一番大好きなの。もうね、本当にこのアイコンも超かっこいいし、俺このポスター持ってたから、本当にこんなにもう最強だろ。行きましょう。検証方法ですね。検証方法はゴールキックをカットしてそのままシュートという形でやっていきたいなと思います。調子は普通で固定をしております。で、キッカーの方はですね、メッシでリンクフォワードのメッシですね、配布されたものキック力に全振りしてやっていきます。スタミナとかねで変化してほしくないので、そこに全振りして、でメッシ絶好調の状態でやってますね。決定力85ぐらいでしたかね。ということで、でもこれぐらいの選手普通に勝ちスカいると思うので、一番参考になるかなと思いますので、こういうところでやっていきたいなと思います。はい、まずはですね、初期値のオリバー・カーンから見ていきましょう。ミドルシュートが入りやすくなったと言われておりますよね。やってても感じるよね。なのでそれが今回どこまで反映されているのか、どういう感じになるのかって見ていきたいなと思いますけども、いやー、現役時代のオリバー・カーンめちゃめちゃかっこよかったからな。ほんとゴリラっていじられてたけど、俺は大好きでしたね。はい、というわけで見ていただきました。初期値どう？そもそもシュート早いよね。これゴールキーパー今回やっぱ辛そうっすね。いやどうかな。ちょっと正直何にも間に合ってない感じはしますよね。で、何の能力が効果的なのかっていうのはちょっと一つずつ見ていきましょうか。まずはディフレクティング見ていきましょう。前作はディフレクティングのね効果っていうのは正直あんま感じられないことのが多かったんですけども、今回どうかな。でも止めてはいるか。はい、見ていただきました。なかなか怪しいな。この検証自体が結構厳しいのかな。でもここらでシュート結構あるからな。はい、次はゴールキーパーセンス。今回の目玉と言ってもいいんですけどね、101になりますから、ここでどれだけ変わるのかっていうのもね結構重要なポイントですよね。ゴールキーパーセンス101ってどんなんなんだろうね。はい、見ていただきました。いやこれはやっぱ厳しいのかな。今作は厳しいのかな。いやまだわかんないから、まだわかんない。まだね残ってますから、ちょっと最後ここにかけましょう。コラプシングですね。前作はですねコラプシング正義感っていうのはちょっとありましたよね。コラプシングがかなりやっぱ止めてたっていうのは正直あったので、今作も期待したいところですが、でも結構止めてる。はい、見ていただきました。今まででは一番良かったかな。そんな感じ。可能性は感じたかな。一番一応ね、でもねそれでもかなり厳しいのかな。そんな感じがしました。ちょっと一旦データ見ましょう。こちらです。はい、これだけ見るとコラプシングっぽいんですけど、ただねこれでコラプシングっていうのはちょっとまだ判断が早いかなっていう感じするので、
なんかなんていうのかな、ものすごく理不尽止めてたとかそんな感じかと言われるとそうでもないし、どっちかっていうとミスキックっていうのかな、そこを逃さなかったっていう感じで、そうなるとねミスキック多かった、単純に運が良かったのかな、コラプシングの時みたいなね気もしちゃうんだよね。だからこれだけで判断するのも何とも言えないかな。じゃあバランスよく育ったらどうなるのかというところもやっぱ気になるよね。というところでやっていきましょう。ブースターも込みで92になるように持ってきました。まあ結構これでどうなるかな。てかね、この検証めちゃめちゃ時間かかんだよねいやーでもまあまあこれで結果出てくんないとな、本当に困っちゃうんですが、全てにおいて92って相当強いですからね。これでどうかな。はい、見ていただきました。結果はこちらです。やっぱコラプシングなのかな。まあね、でもね、いずれにしてもね 50% って前作でいうね最下位ぐらいの記録なんですよ。なんだよね。だからね、まあそりゃみんな入りやすくなったっていうよね、こりゃ。いやーちょっとね、キーパーが正直どうしようもないく間に合ってない感じがすごくあったというか、シュートスピードが速くなってる分ね、本当に入りやすくなってんだなっていう感じはしましたね。はい。でちょっと見てほしいのがあって、ディフレクティングの横跳びの時なんですけど、ここのねモーションがねちょっと速いんですよ、他の能力よりね。横跳びのこのモーションの時だけなんだけど、この斜め後ろに飛ぶとかそういう時モーションは同じぐらいなんだけど、この時は違うということが分かりました。ただね、これがね直接セーブ率に今回はねあんま影響なかった。それ以上にシュートスピードが速すぎるって感じかもしれない。そんな感じでしたかね。はい。でこれもう一個見てほしいのが、このね片方は弾いて片方は失点してるシーン、ディフレクティングのところなんですけど、このねどっちもね手届いてるはずなんですよ、距離的にも。なんですけどディフレクティングは弾けてないんですよ。だからでセンスは弾けてるっていうそういう感じなんですけど、これねちょっとリプレイもあるんですけど、これディフレクティングなんですけど、これね届いてるはずなんだけど触れずにねゴールしちゃってるんですね。要はね手を出すとこちょっと間違えてんじゃねえかな、ボンミスみたいな感じだと思うんですよね。だからこういうところがねセンスとの違いなのかなっていう気はしましたね。イメージで言うとなんですけど、僕のイメージで言うとゴールキーパーセンスは手が使い方がうまい、最短距離とかで手を正しく出せる、変なミスしない。コラプシングは体倒すのがうまい、なので手が届く範囲に関しての反応というかねが強いっていう感じで、ディフレクティングは横跳びするのが速い、さっき見せたような感じで、横跳びのモーションが速い系、ちょっとセービングとかに関してセーブ率とかに関してはあんま変わんなかったけど、そんな感じでですね違いが出てくるのかなと思いました。ただディフレクティングに関しては飛ぶの速いと言ってもですね、守備範囲をこれ見ていただければ分かる通りそんな守備範囲変わってないというね、厳しいコースの速いシュートの反応はディフレクティングが一番いいのかもしんないかな、ちょっとそんな程度ですかね。というところで結論、あれ何のブースターだったっけトシマス、いやトシマスじゃないんだけどなんかもう悔しいからセーブ集載せておきますね。ただねちょっとこんだけやってねここまで差が分かりづらいっていうのもなかなか珍しいんですけど、メッシが強すぎたとかもあるんですけど、正直ねこれくらいの能力の選手は全然いるから、これくらいで止めれないんだったら無理だよねっていうのは言えるのかなと思いました。なので本当に理不尽止めるというよりは相手のシュートコース甘くなったのをどれだけ止められるか、そんな勝負になっているのかなと思いましたね。っていう意味ではやっぱ今作もコラプシングが重要なのかなっていう気はしました。あとは身長、これねシューマイ球じゃそんな変わんないかもしれないけどクルトワとかだと変わってくるかもしれない。ちょっとまたやりますかね。
でね、あとね、これさりげなくなんですけど、ジャンプでもね、守備範囲が変わんないっていうことはね、さりげなく追い打ちをかけてるように言ってますね。ゴールキーパーセンス101の時に守備範囲変わんなかったって考えると、やっぱそういうことなのかなと。で、どうやって育成するかなんですけど、一旦こんな感じで育成しようかなと思います。まあちょっとね、これで変わんなかったら、まあパスとかに全然振るとかはありかな。だから逆にエデルソン・モラエスとかの時代が来てる可能性すらあるよね。というところで、皆さんのおすすめもですね、教えていただければなと、あれば教えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、今後なんですが、まあコンディションの波、これ比較さんに頼まれてるのでやりますし、あとは総合値問題、ピルロがね、総合値高くなってるじゃねえかっていうね、OMF にすると変わるじゃねえかっていうところも、こういう理由分かってはいるので、分かってるはずなので、ちょっとまとめられたらうまくやっていきたいなと思います。あとはシェフチェンコが普通に欲しいので、この辺もやるかもしれません。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画が良かったらですね、高評価チャンネル登録、この続きはね気になる方もチャンネル登録高評価をしていただけるとですね、励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。